ロンドンの不動産は昔から高いとされ、最新の世界不動産ランキングによると、ロンドンは8番目に高いマーケットと報告されています。そんな中、イギリス経済は停滞をしており、国民の賃金も上がらない中、税金はさらに上がっていき、負担が国民にのしかかり、買う以前に借りるのもままにならない状況です。では、なぜこうなってしまったのか、理解していきます。皆さんこんにちは、シンです。今回はですね、この世界不動産ランキングということで、ロンドンが8位でしたと。で、知ってる人はあれですけど、ロンドンってコロナ禍の2年間を除いて、もうこの2、30年ってずっと上昇傾向なんですよね。なのでもう下落っていう言葉を知らないぐらいロンドン不動産価格っていうのが高騰していますと。で、今回ですね、ちょっと詳しくなぜそういう風になったのか見ていきたいなと思います。ではまず家賃相場から見ていきたいんですけれども、賃貸の場合だとロンドンは 1LDK が2000ポンドで 2LDK が3200ポンドっていう風になっています。で、買う場合はですね、1LDK の目安っていうのが55万ポンド前後っていう風に言われてます。で、これら数字はね、平均でしかないので、もちろんその市の中心から外に行けば行くほど安くなる傾向っていうのはあります。で、今度はこのロンドンの平均年収を見ていきたいんですけれども、平均で言われているのがだいたい4万7000ポンド前後になっています。で、日本だとね、その購入する物件の価格の目安として自分の年収を6倍、7倍にかけた数字が妥当っていうふうに言われてるんですけれども、仮にここで7倍っていう数字を取って、7×4 万5千ってしても、33万、34万ポンドにしかなりません。で、先ほどもご紹介したように、そのロンドンの 1LDK の平均っていうのが55万なんで、20万前後のギャップがあります。なので、もう買う以前とかの問題になっていて、正直借りるのもちょっとままになってない状態です。で、ロンドンのほとんどの物件っていうのはこのリースホールドの対象になっています。これどういうものかというと、いわゆる借地権みたいなものになっています。例えばマンションの一室だったり、あとは家を持ってたりするんですけれども、それを所有していたとしても、そこの土地っていうのは所有できないようなものになっていて、別の地主がいるっていうような考えです。なので、これらリース対象の物件っていうのは残り年数っていうのが80年だったり90年、100年ってあるんですけれども、これは時間が過ぎていくにつれて、年数がなくなるよっていうようなものになります。で、この年数がね、減ってくると、更新っていうのはできるようになっていて、マンションの一室とかだったら90年単位で、一軒家とかだったら50年単位でこれ更新することができます。ただもちろんこれはお金が発生します。で、このリースの物件なんですけれども、一個ちょっとややこしいのが、仮にじゃあもうここは出るから、売却しますってなった時に、そのリースの年数って、公開する必要があるんですけれども、この年数がね、低ければ低いほどまた売りにくくなってくるんですよね。っていうのも、先ほども言ったように、そのリースの期間っていうのは更新しなきゃいけないので、そこに対してお金をかけられないよっていうので、リースの年数が少ない物件っていうのは売りにくいですと。で、このリース制度っていうのは、イギリスでは中世の時からあるんですけれども、当時の教会だったり、あとは、イギリス王室がいろいろな土地を所有していましたと。で、土地を所有しているので、それを第三者に貸したりして、そこから利益を出していましたと。っていうので、その伝統が代々続き、今日に至ります。でね、今日のその地主の言い分としては、変な建物は作らせないとかっていうような、理由でリース制度っていうのを廃止せずにいるんですけれども、市民からは結構反発の声がやっぱりあるようです。で、このリース制度っていうのはですね、イギリスをはじめですね、例えばシンガポールとか中国とか、あとマレーシアとかでもよく見られるものになっております。で、ここでちょっとね、私の後ろにあるこのランカスターハウスっていうところをご紹介したいんですけれども、こちらは国の迎賓館とか、イベントとかで使われる場所なんですけれども、こちらは、そのイギリス王室の持ち物になっています。で、このランカスターハウスの、周辺、あとはバッキンガム周辺を含めて、結構やっぱり国というかそのイギリス王室が、持っている土地っていうのが多くあります。なので、この辺の物件っていうのは基本リース対象の物件になっております。で、あと有名なところで言うと、サボイっていうのがあるんですけれども、サボイホテルも、いわゆるそのイギリス王室の持ち物になります。
なのでそこからお金がどんどん入ってくるようなシステムっていうのがあって、それが王室の主な収入源っていう風になっています。でロンドンのその不動産価格が高い一つの理由として挙げられているのが、グリーンベルト政策になります。こちらはですね、1935年に制定された都市計画の一つなんですけれども、具体的にどういうものかというと、当時、町が中心からどんどん外に、拡張をしていっていましたと。で、この拡張の無秩序なその、発展というのを妨げるためにロンドンの中心を囲うように、10キロ幅の、ベルトっていうのを、設定します。でこのエリアは基本的にはですね、自然がまだいっぱい残っているっていう状態で、そこに道路だったり家だったり、あとは鉄道だったり引いてはいけませんよっていうようなルールになります。でこちらがあるとね、その建物が自由に作れないっていうところで、この街を横へではなくて、上へとね、拡張する必要がありました。でこのグリーンベルトのせいで、不動産価格が 35% も上がったっていうようなことを言ってる人も、現在はおります。で今僕ロンドン北のハックニーの、ところにいるんですけれども、正面に多分高層ビルが見えてるんじゃないかなと思うんですけれども、あそこが街の中心ですと。でこっちの方を見ていただくとですね、ここから一気に、ビルが少なくなってきます。なので今僕がいるのは、このグリーンベルトの境界線の場所になります。でこのグリーンベルト政策とは別で景観制限というのがまたあります。これどういうものかというと、その街の重要シンボル、例えば、セントポール大聖堂だったり国会議事堂だったり、あとはロンドン塔っていうのが、街の設定されている要所から見えてないといけないものになります。なので、その直線で引いた時にそこの間に高層ビルを建てることができないっていうようなことになります。で私が今来ているのはロンドン西にある、リッチモンド公園の中の、キングヘンリッジマウントっていうところなんですけれども、ここが今ご紹介した要所の一つになっていて、ここからそのセントポール大聖堂まで見えていないといけないっていうようなところになります。でここがその要所の中では一番癖があって、なんとですね、ここからそのセントポール大聖堂までは直線距離にして16キロあるんですね。なんでこの16キロの直線の間には高層ビルが建てられないっていうようなところになります。でここから見えてるはずなんですけれども、ちょっとなかなか見えないですね。で今ご紹介した場所とは別にですね、チェルシーだったりメイフェア、あとはケンジントンとかにも、こういう要所っていうのがいっぱいあって、それぞれ直線の間のところは高いビルが作れないっていうような状態です。なのでデベロッパーからすると、結構これ悩ましいところなんじゃないかなというふうに思います。でこの高さ制限っていうところで、景観制限じゃない高さ制限っていうのがまた別であります。これはですね、いわゆるその飛行機の、航路を邪魔するような高さはいけませんよっていう高さ制限になっています。で対象となっているのは、ロンドンの3つの空港になっていて、それぞれヒースロー空港、あとロンドンシティ空港、あとノースホルト空軍基地っていう3つになっていて、この3つの空港の近くの建物っていうのは一定の高さで決まっているっていうのがあります。でね、ロンドンシティ空港、僕の後ろにあるんですけれども、使ったことある人ならわかると思うんですが、カナリーウォーフの上を飛んでいくんですよね。でカナリーウォーフってもうビルばっかなんで、当たらないかなって思うんですけど、あれちゃんと計算されてるんですよね。なので一応制限の範囲内で、ビルが建てられてはいます。で景観制限とは別にこのビクトリアン様式の家の保護っていうのもあります。外装もそうなんですけれども、中もですね、すごい良質な素材を使ってできているので、政府からするとこういった家は価値があるよねっていうので、勝手にその改装したり取り壊したりっていうのを禁じています。でこういう家々が多く点在するのは、チェルシーだったりイズリントンだったりノッティンギルだったりっていう風になります。でこういった家々なんですけれども、市民からこの歴史的価値、あとは土地柄の良さっていうところで、人気があって、価格が高騰しています。で日本だとね、その築年数が多いと、結構安かったりするんですけれども、イギリスはその逆で、築年数が多ければ多い、古ければ古いほどいいものっていうふうに見なされています。
で中身はなんですけど、ガタガタだと思いがちなんですけれども、結構綺麗だったりしていて、でビクトリアン様式って特徴があって、まず天井が3メートル以上が大体、あとはですね、窓がね、今後ろ見えてるかと思うんですけど、結構大きいっていうのが特徴になります。でこのロンドンの不動産高のもう一つの理由なんですけれども、こちらは歴史的な背景っていうのがあります。前からですね、ロンドンの北と西はいいって言われていて、東と南は悪いって言われてきました。で南と東はですね、昔から、工業地帯だったんですよね。なので、労働者の街っていうようなレッテルが貼られていて、なかなかね、こちらの需要っていうのがなくて、開拓もあまり進みませんでしたと。なんですけれども、街開発とかもいろいろ起こっていて、今私の後ろに高層ビルが見えてるかと思うんですけれども、この一帯っていうのは昔船舶工場だったんですよね。なのでもうそれ全部取り壊して今マンションがぞろぞろ立ち始めているので、そういったところでも供給っていうのは増えてはいるんですけど、やっぱりちょっと足りてないっていうのが現状です。でこのロンドンの東西南北のところの動画はちょっと別でまた出してるので、もう少し詳しく知りたいよっていう方はそちらをご確認ください。でこのロンドンの不動産価格の高騰に貢献しているもう一つの理由っていうのがあって、それが今私の後ろに見えているような公営住宅の私有地化になります。でイギリスではね、これカウンシルハウスだったりカウンシルフラットって呼んでるんですけれども、それぞれの自治体が低所得者向けに建てた家になっています。でこれらの家っていうのは、割安で、住めるよっていうので、失業者だったりシングルマザーだったり、あとは低所得者向けの家になってるんですけれども、こういった家が私有地化されちゃってます。当時、マーガレット・サッチャー首相率いる保守党政権が1980年の住宅法によって導入したのがライト・トゥ・バイという制度です。この制度は公営住宅の住人が現在居住する物件を市場の価値から最大 70% もの安い値段で購入できる権利を与えたもので、この制度によって英国の持ち家率は飛躍的に上昇しました。その反面、政府が公営住宅の貸借人にこうした権利を与えたことから、公営住宅が次々と私有化、民営化され、順番待ちをする入居希望者は膨大な数に上りました。立地の良さや建築デザインの面白さから高額で売りに出されたり、月数千ポンドで貸し出されたりという事態になり、高額所得者と生活保護受給者が隣同士で暮らすことも珍しくありません。これにより最大200万戸の公営住宅が失われたと言われています。で結果的にですね、保護対象となった人たちが、こういう公営住宅の不足で入居できず、一般の大家から家を借りるなり、買うなりを強いられて、この市場の需要っていうのが一層増していくことになります。で今ね、この制度をなくそうっていう動きが出ていて、イングランドはねあんま変えてないんですけれども、スコットランドとウェールズはもうこの制度をなくしていて、北アイルランドは今廃止に向けて動いているそうです。でロンドンって規制がめちゃめちゃあるので、そう簡単に新しい家を作るっていうのがちょっとできないんですけれども、23年のデータだとロンドンの人口って900万いまして、で、家の数っていうのが380万ですと。なので、3分の1より少し多いぐらいなんですよね。なので、こういうことからもやっぱり足りてないなっていうのが分かります。でその前の年の22年度にですね、政府が発表した内容だと、新しく3万8000戸の、家が、市場に出ましたよって言ってるんですけど、これって 1% にしかならないので、やっぱり全然足りてないっていうのが現状です。で今後ね、政府がなんかもう10万15万単位で家を作っていくみたいな、発表もしてるんですけれども、果たしてそれが、どうなるのかっていうようなところです。でイギリスには、プロパティラダーっていうフレーズがあるんですけれども、これ直訳すると不動産のはしごっていう風になります。どういった意味かというと、若い時にその小さい家を買って、給料の上昇、あとはライフステージの変化に合わせて大きい家に乗り換えていくっていう仕組みで、不動産のはしごを登るっていうような考え方があります。で例えばなんですけれども、28、29まで仕事をして小さい家を買うだけの頭金が貯まりましたと。っていうので小さい家を買ってそこに住んで、そのままねライフステージが進んでいくんですけれども、例えばそこで結婚しますってなって、もっと大きい家が必要っていうので大きい家に引っ越します。
で今度はね、2人分の給料っていうのがあるので、より大きいローンが組めて、大きい家に住めるっていう考え方になっていて、で、その後また進んで、例えば子供ができましたってなった時に、例えば庭付きの家も欲しいってなり、そこでまた買い替えていくっていうようなシステムになります。でこちらね、厳密にはその売却するたんび、利益っていうのは出してるはずなんですけれども、仮にそこで利益が出てなかったとしても、その家を借りて、家賃を払うよりローンの返済の方が安いので、そういった意味でも、利益はもうすでにそのタイミングで出ている考え方になります。でこのはしごの最初のステップなんですけれども、90年代の平均年齢が30歳、2000年代が31歳っていう風になっていて、2020年のデータを見ると、このデータは35歳まで上がっちゃっています。で給料もね、なかなか上がらない中、インフレとかも続いて、この最初の家を買うステップがみんななかなか踏み込めてない状況にあります。なので、賃貸でずっとやりくりしてるっていうような感じになります。で今回ロンドンっていうので紹介しているんですけれども、マンチェスターだったりリバプールにもこのグリーンベルト、あとは高さ制限に似たような政策っていうのはあります。っていうのでね、この国がなんかもういろんなしがらみでね、ちょっと身動きが取れてない状態なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、果たして今後どうなっていくのか、歴史文化を尊重してこの供給を、あまり増やさない方向でいくのか、それとも市民の暮らしやすい街を作っていくのか、大変気になるところではあるんじゃないかなと思います。皆さんはどう思いますでしょうか。もしご意見やコメント等ございましたら、ぜひコメント残していただければ嬉しいです。ということで、今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。